皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。今回取り上げる主な話題は2つ。まず第一に、バイデン政権の終わりが今や見えている状態です。そして、このまま終わるのではなく、もしかしたらウクライナにとっては良い置き土産を残していくかもしれないというニュースが入っています。そして2つ目の話題は、ロシアのプーチン大統領またしても国際秩序を乱す行動をとっています。国際刑事裁判所 ICC が逮捕状を出しているのですが、この ICC に加盟しているモンゴルに訪れたのです。そして逮捕されることなくモンゴルを立ちました。今回はこの2つの話題について解説していきましょう。まずはウクライナにとって朗報となり得るニュースから見ていきます。現在アメリカからウクライナに供与されている長射程のミサイルとしては、ハイマースで使える射程300キロのATACMS ミサイルがあります。これを上回る射程のミサイルをもしかしたら供与するかもしれない。そんなニュースが入ってきました。ウクライナへの長距離ミサイル供与、合意近づく。アメリカがロシアの内陸部まで射程圏に入る長距離巡航ミサイルの供与について、ウクライナと合意に近づいていることが、アメリカ政府当局者の話で明らかになった。ただ、アメリカ側の技術的な問題解決のため、実際の納入までに数ヶ月かかるという。供与が検討されているのは、空対地の長距離巡航ミサイル、JASSM、JASM で、以後このミサイルについて JASM と呼んでいきます。今年秋に発表する見込み。ただ、最終決定はまだ下されていない。軍事アナリストらは、ウクライナが現在保有する大半のミサイルより射程が長く、ステルス性も備える JASM の使用を開始すれば、ロシア軍の部隊集結地や補給部隊が大幅に後退する可能性があり、ウクライナに戦略的な優位性をもたらすかもしれないと指摘する。JASM はこれまでのところ、アメリカ設計の航空機のみに搭載されている。ウクライナは将来的にアメリカ製 F-16 戦闘機数十機を運用する見通しで、1機につき JASM2 発を搭載できる。ウクライナ東部でロシア軍は攻勢を激化しており、ウクライナは米欧に長距離兵器の供与強化を訴えてきた。アメリカ政府が供与を検討している JASM が射程約370キロの旧モデルか射程約800キロのモデルかは不明。あるアメリカ議会関係者は、ウクライナに JASM を供与することになれば、アメリカが供与する兵器の使用制限を撤廃する圧力が生じることにもなると指摘。ロシア領内への攻撃を認めなければ、JASM の効果が限定的になるからだ。こちらが JASM の参考写真です。戦闘機に搭載するもので、ジョイントエアトゥサーフェススタンドオフミサイル、それぞれの単語の頭文字を取ったもので JASSM、JASM となります。こちらの地図は JASM の射程範囲内にどれだけのロシア軍事施設があるかを示したものです。北西の位置、ロシアにとっての飛び地カリーニングラードも一応射程範囲には入っています。ただ、カリーニングラードに対する攻撃は、たとえ兵器が供与されても行われることはないでしょう。ベラルーシやポーランドの領空を通らない限り、カリーニングラードに直接攻撃をすることができないからです。一方で、ウクライナから見て、北、東、南、この3方向についての攻撃では、多くのロシア軍の軍施設を狙うことができます。イギリスが巡航ミサイルストームシャドウを供与したときに、射程圏内のこれらの基地は、あらかた兵器や物資などを引き上げたという話をしている人もいますが、現状そうとは思えません。ウクライナ軍がドローンを使った攻撃で、これらの基地などにも攻撃しているのですが、戦闘機がまだまだ配置されていますし、弾薬庫も大爆発を起こしている例もあり、アメリカが JASM を供与すれば、これらの標的を破壊するというのはかなりの戦果をもたらすでしょう。なお、今月22日と23日、国連総会に合わせて、ウクライナのゼレンスキー大統領は総会に出席するだろうと言われています。この時、バイデン大統領との首脳会談も予定されているという報道もありますから、この時にすでに供与された ATACMS ミサイルのロシア領への使用制限撤廃を訴えるか、もしくはそれを諦める代わりに JASM の供与を求めて少しでも手玉を増やすことを目指すか、このあたりの外交がどう展開されるかは見守る必要があります。今回の話が本当であれば非常に喜ばしいことではあるのですが、残念ながらまだまだ本当かなと疑わざるを得ない部分があります。まず第一に、バイデン大統領が本当に決断してくれるかどうかは結局のところ疑ってみなければならないというのがこれまでの彼のやり方です。例えば、ウクライナに供与された長射程のミサイルとしてハイマース用の ATACMS ミサイルがあります。ハイマースそれ自体はもう早い頃から供与がされたわけですが、
最初に渡された弾薬は射程80キロのものでした。戦いの初期においてはそれだけでもロシア軍の前線の弾薬庫に対する攻撃などを次々と成功させ、大きな戦果を上げました。しかし、射程80キロだなという武器が把握されれば当然のように、そこよりも遠いところに弾薬庫を持ち、そこから小分けにしていくという配送網が実施されていき、ハイマースの攻撃ではなかなかロシア軍の前線弾薬庫を破壊することができなくなりました。にもかかわらず、射程80キロよりもさらに射程距離の長いエイタクムスにへと移るまでには、その間ずっと早く供与すればいいのにという声がありつつも、バイデン大統領はその声を無視し続けてきました。その間、イギリス、フランスが巡航ミサイルストームシャドウスカルプを供与し、ウクライナに供与される長射程のミサイルとしては、アメリカのものじゃないものが一番良いという状態がずっと続いてきたのです。そのような状態が続いてきた中で、ようやく最後にエイタクムスミサイル射程300キロのものを渡し始めました。ところが、ここでもまたバイデン大統領は問題行動を続けます。それが、供与したエイタクムスミサイルについては、ロシア本国領には使わないようにという規制をかけ続けていることです。これは現在でもなお変わってはいません。しかもイギリスに言わせれば、ウクライナに供与している巡航ミサイルストームシャドウ、この使用制限をかけているのはイギリスというよりもアメリカだという声が上がっています。これは、巡航ミサイルストームシャドウに使われる部品の一部がアメリカ製であり、アメリカの許可がなければ、ロシア本国領にストームシャドウを撃ち込むことが許可されていないというのです。このような前提の話が次々と出てきた中において、じゃあ射程が長いミサイルをウクライナに供与すると言われても、本決定されたよというニュースが出るまではちょっと疑わしいとどうしても思わざるを得ないのです。また、供与を決めるであろうその理由についてもちょっと問題がありそうなのです。アメリカがウクライナに供与している兵器それぞれ生産数と供与数というものを見ると生産が全く追いついておらず、米軍の在庫が復活しない状況が長く続いています。そのため、エイタクムスミサイルの供与数を減らして自分たちの保有数を回復させるためにも余っているものを渡してなんとか帳尻を合わせようとしているのではないかといった話があります。これまでウクライナ軍に供与した兵器は基本的には地上から打ち上げるものが主体でした。これはウクライナに対する戦闘機供与がようやく始まったからであり、それに合わせて戦闘機で使う兵器を渡そうというわけです。ですから、戦闘機から撃ち放つこのミサイルについても、おそらくは最新型の射程距離の長いものではなく、射程距離の短いものについて供与を考えていると見られます。ウクライナへの供与を検討しているというのであれば、さっさと決断してほしいものです。結局のところ、アメリカの軍事支援が1位という状態は変わらないわけですが、それがどれだけ早く量が多く質が高いものを送るかによって残念ながら戦況はかなり影響を受けているのが事実です。であればさっさといろいろなものをウクライナに渡してロシア軍をボコボコにしてしまう方がよっぽど話が早く進むのにと思います。ロシアによる軍事侵略といった状態が長引けば長引くほど戦争をすることの非日常性が失われていってしまうのです。アメリカのようにビッグテックが世界市場を制圧している状況にあっては戦争なんかよりも平和の時の方がよっぽど彼らにとっては経済的な利益が大きいわけで、アメリカ自身の国益を守るためにも、さっさと国際秩序回復のために力を尽くしてほしいものです。続いては、そんなロシアのウクライナ侵略を止める可能性がほんのわずかでもあった話について触れましょう。プーチン氏がモンゴル訪問、首脳会談逮捕されず、ICC 加盟国の義務不履行のモンゴルに罰則なし。ロシアのプーチン大統領は訪問先のモンゴルでプレスフ大統領と会談した国際刑事裁判所 ICC 加盟国であるモンゴルは ICC から逮捕状が出ているプーチン氏を拘束する義務を履行しなかった。罰則は事実上なく国際秩序をないがしろにする悪しき前例となる懸念がある。タス通信によると両首脳はロシアの石油製品や航空燃料のモンゴルへの供給などに関する5つの文書に署名した。会談でプーチン氏は、ロシアはモンゴルの主要な経済パートナーの一つだと述べ、ロシアとの関係強化がモンゴルの経済発展に寄与することを強調した。プレスフ大統領も、プーチン氏のモンゴル訪問が両国関係を豊かにするために重要だと語った。ICC は昨年3月、ウクライナ侵略に関連する戦争犯罪の疑いで、
プーチン氏に逮捕状を出した。モンゴルは ICC に判事を出すなど協力的な姿勢を示してきたが、今回は実利を選んだ格好だ。モンゴルは石油製品の9割超をロシアに依存するほか、核電力をロシアから購入している。プーチン氏は拘束リスクを回避するため、昨年8月に南アフリカで開催された新興国グループ BRICS の出席を見送った。モンゴル訪問の前例ができたことで、今後はICC 加盟国であっても、プーチン氏の訪問を受け入れようとする国が出てくる可能性がある。ICC は加盟国が義務を履行しない場合、加盟国会議で説明を求めたり、違反する書簡や声明を公表することができる。国連安保理に問題提起することもある。ただ、罰則や制裁の規定はない。理想と現実の間には常に大きな溝があるものです。だからこそ、現実を直視しながら政治外交を行わなければならないわけです。その時には国益を第一に考えた場合においては、取れる手が限られてしまうということもあるでしょう。モンゴルの場合だと、北にロシア、南に中国と大国に囲まれたような状態です。モンゴル自体は国力、人口、そもそも非常に小さなものですから、もしもプーチン大統領がモンゴルを攻め滅ぼしてしまいと言って軍隊を送り込んだら、本当に3日で滅ぼされてしまうような状態です。現状から考えて、そういったことは起こらないとは思いますが、少なくともロシアによるウクライナ侵略と同様にして、プーチン大統領が侵略の口実をでっち上げて、それに基づいてモンゴル住民がロシアへの併合を望んでいるんだという話をしながら、ロシア軍を一気に侵攻させてモンゴルを滅ぼしたとしても、少なくとも今の国際社会はさほどロシアに対する当たりが強くないというのを今指し示しているわけです。そしてそのようなことが起こらないようにするためにも、モンゴルはロシアとの関係を強化しなければならないということがあります。そうした意味では ICC 加盟国であるにもかかわらず、プーチン大統領の訪問を大歓迎したというのは、ある意味国益第一に考えた場合の行動としては合理性はあります。ただし当然のように、それによって国際秩序の一環の一つである ICC 国際刑事裁判所の存在が足減されたという事実は残ります。少なくともモンゴルは ICC に加盟している以上は逮捕状が出ているので、プーチン大統領の訪問にはちょっとご遠慮願いたいとして、その代理をよこすようにと外交をすべきだったでしょう。今回もまた一つの国際秩序の破綻といったものを私たちは目にしているわけで、こうしたことが積み重なることが結局のところ、軍事力に物を言わせて自分たちの主張を押し通せば、それがまかり通ってしまうんだというのを今の現実は私たちに見せつけているわけです。理想としてはそのような社会じゃない方がいいよねというのがあるわけですが、そうじゃないよね、もう力で押し切ってしまえば何だって通るよねという世界へと進もうとしているのが今の現実です。決して忘れてはならないのが、ロシアは国連常任理事国であり、その国連においてもやはりこのような戦争、侵略戦争はやってはならないよというのが一応の建前にはなっているわけです。それは理想ではあって現実ではないと書き捨てる人もいるでしょうが、少なくとも目指すべき価値のあるものです。しかし現実においてそうではないとするならば、私たちが行わなければならないのは、結局のところ集団安全保障体制を整え、自分の国は自分で守れる体制を作ること、そしてそのような軍隊をしっかりと支えるための経済体制を持ち、日本に手を出せば、手を出した側の方がはるかに痛い目を遭うというような抑止力を持つことです。そのために現在の日本は十分とは言えない憲法体制下において、自衛軍ではなく自衛隊というかりそめの武力を持っているような状態なので、体制を整えるための活動を続ける必要があるでしょう。結局のところ日本は第二次世界大戦に敗れて以降は、戦争があったら大変だよねとは一応は考えつつも、不十分な状態で今まで来てしまいました。巨大な地震が起きてしまうだろうと薄々感じながらも防災体制を取らなければ、いつか痛い目を遭うのと同様にして、国際情勢において侵略している国がのさばっているような状況のその延長線上に、日本がいつか攻撃される番がやってくるということを想定するかどうかというのは非常に大きな政治命題なのです。日本国内にはそうした防備を固めることに関して未だに勘違いしている人がいて、自衛隊の予算を増やしますよとなればどこかの国に侵略しに行くのかというような反対の仕方をする人たちがいます。あくまでも日本は非常にすごい武力を持っていて、他の国に侵略できる力があると勘違いしている人たちです。今私たちの目の前にあるのは、日本が侵略する国ではなく、日本が攻撃される側の国になりつつあるという国際状況の変化です。
そのあたりの現実をしっかりと見なければ、日本の平和を守っていくという理想に近づくこともまた難しいものです。理想と現実の間には差があるわけですが、しかし目指すべき理想がなければ、現実何をしなければならないかの考え方を持つこともできません。そのあたりのこともぜひとも一度考えてみてください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それと一応一通り喋った後で思ったのですが、少し説教臭く感じた方もおられるでしょう。しかしこうした話を私がするのは、私が生きている間にもきっと日本は次の戦争に巻き込まれるということを想定しているからです。決して戦争がないという前提ではなく、きっと攻撃を受ける戦争を私たちは経験することになるだろうという考え方があるからこそ、こうした日々の情報発信の中にも私の考えを練り込んでいます。何の予兆もなく、ある日その時戦争が始まるわけではなく、今でも予兆がすでに出始めているにもかかわらず、不十分な対応では未来に後悔ばかりが出てしまいます。少なくとも声を上げ続けて安全保障問題について危機感を持った人が増えることを私は望んでいます。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。